なんておぞましいにも程がありますよね。そこまでして蘇生するべき人だったんですか。シローさんが怒るのも当然ですよ。そんな真っ当じゃない方法を使って生き返らせたってリスクしかないじゃないですか。そのまま死なせた方が彼女にとっても。やめろ。菊郎也是想要法林复活的。すみません。シローさんも这段钢琴。もしもあなたが同じ状況にあったら同じ手段を選んだのではないですか。分かっているがこいつの態度はあまりにも。魔物を食べてきた。这是菊郎生气的点。莱欧斯像那个大脑没发育完全。俺はお前の考えていることがよくわからない。わかるとも思えない。協力はできない。不是好朋友吗？莱欧斯把他当做。お前何した？これまでのことを全部話した。谢尔扎克直接抽象了。哦，还会怪自己。彼も少し疲れているんですよ。俺は彼を尊敬してる。冒険の途中、何度彼に助けられたかわからないし、故郷の国とこの島しか知らない俺に異国の話を聞かせてくれた。シュローはいつも冷静で頭のいい人だった。そんな彼があそこまで怒るんだ。俺は相当まずいことをしたのだろう。このまま友情が終わってしまうのは悲しいけど。鸟人儿。拉致がわかんだ。アセビ、行くぞ3人とも。ライオスのやつ、シュローに今までのこと全部話したぞ。え？それであの雰囲気？シュローはカンカンだ。どうすんだ？あれが地上にバレたら俺たち。わかってるけど。忍者たちの方は順調。とりあえず他には誰が住んでるの？現状は4人。シュローとそのお付きの女2人に、それとあの巻き毛の男。啊！谁看到他都脸红是吗？卡夫。なんでここにいるの？さあね、戦利品や食料を盗んだ誰かを探してるんじゃねえの？お金を解かなきゃ。戦利品は宝星で食料は水没してダメになってたからって。それよりも問題は黒魔術だろ。シュロー怒っちゃいるが問題ない。马路希尔怎么跟莱欧斯一样这么钝感了？でも他のやつはどうかな。ちなみにお前が黒魔術を使った証拠はどの程度残ってる？魔法陣はもうクリーナーによって消えてたし、ファリンの体と杖を念入りに調べられたらまずいかもってくらい。じゃあ今すぐ杖を燃やせ。待ってその段階まで。希尔查克，他们没有希尔查克该怎么办？哦，但是还可以复活，应该。是法林吗？就是上一集那个白色的。哦，他身上真的都已经变了。森西还在那儿端着饭呢。他应该已经完全认不得他们了。哦，莱欧斯确实。でもちょっと欲張りすぎじゃないか？翼も羽毛も鱗もって。私のことがわかる。よせマルシル。哦，马路。ホルム、リー、戦闘準備。ライオス、シュロー、どうする？指示を出せ。犬田で彼女を傷つけるな。取り押さえるんだ。
别伤害他。いけません、坊ちゃん。哦，但是好美啊，法林。捕獲、捕獲、傷つけず、捕獲、傷つけず、捕獲。直接扔了武器。这力量。いけるか、ホルム。よし、出ておいで。哦，就是之前他们说过的，不能把它放出来的，好像。我以为他要把他头扯掉。是温蒂尼吗？之前那水精灵。他居然能操纵啊！いい加減にしろよ。あんたたちの大事な人を守るためなら何人犠牲にしようが構わないか。终于露出了自己的。ただの魔物だ。可以为他所用。哦，还有名字。哦，法林。どいて！アンダーセス・アーミー！马路都一直没有出手。やはり所詮は魔物。すまないファリン。変われるものなら俺が変わってやりたかった。哦，马路不会让的。哦。奥莱欧斯。妹の魂は今や迷宮の主の支配下にあるのだろう。だが殺せばまた狂乱の魔術師が現れてしまう。今はこの場所から卡布尔肯定马上改观了。哦，狙了。也是黑魔法吗？可以改变这个迷宫的构造。また戻ってくるかも。気
怪我人は結界まで避難させよ啊，う。死人はどうしよう。僕が蘇生する。全員は無理だけど。对，还可以复活。死体を集めましょうか。ダメダメ、動かさないで。流れた血の一滴も無駄にできない。魔物逃げてったよ。もう大丈夫。さあ次。待て、蘇生なら先にあの人を。なぜ私を？舞鶴さんは力ある術師とお見受けしたので、治療や蘇生術が使えるのではないかと思い、彼一人で全員を治療するのは無理ですから、ここまでの道中お世話になりましたし、この程度は。歌集作ったか。どうせ目当ては別の術だろう。まあいい、さっさと済ませるぞ。私も簡単な蘇生術なら。やめろ。お前は指一本触れるな。これ以上お前に黒魔術を使わせるわけにはいかない。そんなもの使わない。ではあれは何だ。なぜ彼女があんな姿に。お前が竜の肉を使い黒魔術を用いたせいだろう。違う、そんなはずない。あの魔術にそんな力はない。でも考えられるとするなら、レッドドラゴンの魂に何か術が仕掛けられてて、ファリンと竜の魂が混ざり、狂乱の魔術師の手によってあの姿に。シュロこいつを西のエルフに引き渡す。俺にはあれは殺せない。だがあのまま放置するわけにもいかない。せめて魂だけでも迷宮から解放し、彼女を安らかにしてやりたい。そん啊，な。エルフたちならその手段を知っているはずだ。西のエルフたちの前で全てを打ち明けろ。やめてくれシュロ。もっと別の方法があるはずふざけるな。今までお前たちが何をしてきた。別の方法だとどうするつもりだ。彼女が元に戻るまであらゆる魔物の肉で蘇生を試すか。言ってみろ。何をどうするつもりなのか。考えがあるのだろう。好生气，怎么？狂乱の魔術師を倒す。あのレッドドラゴンは明らかに何かを命令されて動いていた。但是那魔法师太强了。作った魔術師以外いない。ならば魔術師を倒し命令を書き換えればいい。そのあたり俺にはよくわからないが、マルシルならできるはずだ。だからマ哦，ルシルを他们真的都很，ふざけるのも大概にしろ。他们都不想放手，对于法林。黒魔術で解決する気か。少しは本気で物事を考えたらどう。哦，莱欧斯从来都不会做这种事儿。大抵の冒険者より君は強い。でもこれだけははっきり言える。一日3食しっかり食べて睡眠をとってる俺たちの方がずっと本気だった。いいか、俺たちは狂乱の魔術師を必ず打ち倒し、絶対にファリンを助け出す。シュロ、君は地上に戻れ。哦，そして飯食って風呂入って寝ろ。何？是不是在骂莱欧斯？まだ勝負はついていないだろうが。お前がその気ならこちらにも考えがある。考え？ライオス、俺はな、ずっと前からお前のことが苦手でたま哦らなかっ，不た。要这样。だからお前は大雑把で鈍感で間が悪い。ねえねえ、外国の話もっと。那其实根本，俺たちのお友達だよな。おまけに悪意がない分余計に立ち傲悪かった。气。今ここでお前を殺し、マルシルを連れて行っちゃった。早くそう言え。なんで今まで黙ってたんだよ。俺のことが苦手だとか鈍感だとか間が悪いとか。大体の人間なら気づく程度には伝えてたわ。お前も这就是东方人吗？させるか。この島でできた初めての友達に舞い上がってたんだぞこっちは。哦，お前のそういうところも嫌だ。自分だけはちっちゃな顔をして他人に負担を強いてる。そんなの知ったことか。
何も言わない、食事も食べない。何のためにそんな口をついて。巨狼肯定放水了。お前なんかある種の半分も頑張あってない。こんなことしてる場合じゃん。稚拙な喧嘩だ。私の教育の落ち度だな。私を含め死者が7名、重体が1名、不明が3名。私とナオムで手分けして蘇生する血が足りぬ。戦士、散らばった食材を集めてくれるか。承知。私も簡単な蘇生術なら。それはごめん被る。では怪我人の治療と行方不明者の捜索を妙な術を使えば即叩き切るぞ。哦，马路。他俩还在这扯头花呢。どうだシロ、やはりここでは飯を食った俺の方が強い。森西已经端了一级了。お前。坊ちゃん、蘇生が完了いたしました。次の出発はいつになさいますか。いや、帰還の術の準備を。地上へ戻ろう。よろしいので。汗びが行方不明ですが。足抜けだろう。捨ておけ。我々の力が及ばず申し訳ありません。いや、最大限頑張ってくれたよ。ありがとう。付き合わせてすまなかった。俺は国に帰る。この島には二度と戻らない。今回のことを島主に警告する。そうか。ファリンと一緒に帰りたかった。不是吧？巨狼才刚回来2集。彼女は考えさせてほしいと言って返事を待ってた。哦。あれほど魅力的な女性は他にいない。彼女の声が、考え方が、笑顔が好きだった。実はまだこういうことは彼女に話してなかったんだ。もっと早く話せばよかった。哦。いきなりプロポーズしたの怖くない？そういう世界の人なの。なるほど。ではそうファリンに伝えとく。お前のそういうところが妬ましいよ。好剧。君には随分助けられた。別に何も。俺の攻撃無意味だったし。いや、あれでいろんなことに気づけた。いろんな？君が指した場所はどれも人間なら致命傷だが、妹にはそうではなかった。つまりあの部分には重要な臓器がないか、または複数存在する。バジリスクにケルベロスやスキラ、画的还挺可愛。結構いるんだ。いわゆるキメラ型に多い。喉を切られた。瞳孔が開いてんな。本当に魔物が好き。他还会看这种。知識が武器か。迷宮の主を倒す。確かに彼より腕の立つ冒険者なら大勢いるが、ここまでの知識と動機を持った奴は他にいない。彼なら本当にやるかもしれない。大败魔法师吗？迷宮の主を倒した後は、狂乱の魔術師を倒した者はこの国の全てが手に入るそうだが、それがつまり次の迷宮の主になるということだったら、黒魔術で作られた都と魔物の全てが手の内に入った時、この男はどうする？素直にこの迷宮を封じるだろうか？哪有死也会成为迷宫之主吗？
ですかこれ。ハーピーの卵で作った卵焼き。先ほど戦士が見つけてきてね。他其实不感兴趣吧？興味があるみたいだったから一つどうぞ。想到。どうするどうする今ここで殺すか。今は無理。いただきます。卡布尔也真的是很能忍了。ところに入るためなら何でもする男。すごくいい人。哦。居然吃饭也是那个姿势。準備完了しました。手負いの者はいないな。哦，是那种画轴。死ねば蘇生はないぞ。正直俺はお前が狂乱の魔術師にたどり着く前に死ぬと思っているが、万が一生き延びることができて、しかし黒魔術のせいで地上にも戻れなかった時、これを鳴らせ。遠く離れた杖を使いをやって東方へ逃亡できるよう手配しよう。他一直都很担心他们用黑魔法之后的后果。ありがとう。ライオス、話せてよかった。今回一番の収穫でした。こちらこそ。はいよしろ。僕の名前覚えてくれたんですよね。もちろん。よかった。次は忘れないでくださいね。それじゃあまた。次は行くぞライオス。もう後には引けない。希尔查克。結局こうなるよ。马路真的好自责的。下品だぞチル。ごめん。他不会还在以为是小孩一样。なんとかなるよ。哦。怎么就突然虐起来了？最后还是只剩下他们4个人继续往前走了。本来还热热闹闹的。不知道还能不能再遇到居狼他们了，应该不会就此就真的完全下场了吧。变身后的法灵真的是好凶猛啊，帅气且残忍，但是同时又有一些就是展现出他那种像神女一般的姿态。而这集莱欧斯真的也就震惊到我，他平时虽然是大大咧咧的，但是他这集看到这怪物真的已经完全不是法灵的时候，他也是少有的展现出了他绝对理性的一面吧。这一点真的马路可能都做不到，莱欧斯还是真的有打算，就是可能就地解决这个怪物的，真的好心疼马路啊！我觉得他就算到这个份上，应该也还是不忍心真的去解决掉这个怪物。我觉得马路希尔他就算是这样，还是会想要去复活法林。不光是这一点吧，就是其他队的那些队员也是对马路希尔一种嗤之以鼻的一个态度。感觉在整个混乱的战斗场面中，只有马路希尔和森西没有参与进来。马路希尔应该就是不忍心下不去手，而森西估计就是也一直端着那盘子。菊狼虽然没有直接动手，但是之后还是对莱欧斯大打出手了。他跟莱欧斯打架的这一段看得我真的蛮揪心的。但是莱欧斯他们就是经历过这一切的，还是在支持着马路。莱欧斯尤其非常相信马路。
巨狼说还特别羡慕莱欧斯的性格，真的是让我感同身受了。他一看就是有那种很多现实的因素的考虑。正是因为有很多这样的束缚，让他没法做到像莱欧斯这样，就是肆意妄为的可以做一个大大咧咧的人。就莱欧斯这种迟钝，不懂得边界感，听不懂别人的话里有话。正是因为他不在乎那些人与人之间相处起来所谓的那些规矩，或者说其他的条条框框。这样的性格，其实在一定程度上来说，怎么不算是一种很幸运的事情？可能这也是就是现在常说的什么松弛感吧。莱欧斯他是真的一点不紧绷，在这么紧张的这个局势下，他还能想到一些不着边际的事儿，都没法让整场战斗的看上去那么严肃了。我也很羡慕莱欧斯，真的很共鸣巨狼。看到巨狼他在迷宫里吃饭都那么板正的坐着，他肯定做什么事儿都非常的谨慎，要想很多。真的能理解为什么他被法林所吸引，当然同时也无形的被莱欧斯吸引，就是向往的那种自由吧，做纯粹的自己，然后去热爱自己想要去热爱的事物。而且巨狼上一集他对莱欧斯生气的时候，一开始就是说你们会面临什么样的后果，他真的很担心他这些队员他的朋友他们未来可能会遇到的惩罚，而且都已经想好了，如果他们未来遇到不测的话，他还能想办法罩着他们。莱欧斯他也是真的有把巨狼当作很珍贵的朋友，就像上一集他也是就是很自豪的说他是可以被称为朋友的人。莱欧斯在迟钝，他这集听到巨狼说这些话，应该多少也会有受伤吧。巨狼也只是刀子嘴豆腐心了。很喜欢他们俩这段情绪的处理，他们这样的关系也特别让我感动。我还蛮期待巨狼能继续在队里面的，结果他这没2季都走了。他应该也是觉得无法对抗这魔法师这么强大的存在吧。其实也能理解，我觉得正常来讲，大家应该都不会觉得他们真的能赢吧。虽然这么多集看出来莱欧斯他们队真的是很厉害，但是想干掉那魔法师，我感觉还是挺遥不可及的。现在就是真的指望马路希尔他们，或者能想到什么别的方法能战胜那魔法师。这法林他目前还是能认出莱欧斯的，说不定还是有希望的。这集也多少有暗示到，就是这迷公主如果真的被打倒的话，莱欧斯之后如果真的当上了迷公主会怎么办？如果真的到了这一步，莱欧斯至少不会是一个贪婪的被欲望所束缚的迷公主吧。而且莱欧斯在这个地方就是说吃饭吧也很灵性，会不会多少有暗示可能会打造一个大家都能吃得上饭，能够规律作息的世界呢？这多少让我突然想到路飞了。这集卡布尔也很有意思，他真的关键时刻立马就撕去了那些什么所谓的社交面具，他对于魔物还有迷宫的那种厌恶之情真的感觉像是刻进 DNA 里的。而且他想的也一直是就是迷宫之外的人类，这些其实在莱欧斯他们小队里并不经常被想起。卡布尔和莱欧斯真的是一个完全不一样的存在，卡布尔有时候真的让人喜欢不起来，而且带有那种神秘的危险感吧，真上不得不说有一种该死迷人的魅力。最后大家又一起吃场饭，就是明显能感觉到这一集大家的这个相处模式比之前就是亲近了更多了，就连那个看不惯切尔查克的半身人已经跟切尔查克处得非常好了。切尔查克他已经不像之前那一集那样的顾虑了，他现在已经是义无反顾地站在了马路他们这边，不知道为什么有一种看着孩子成长了的感觉。我懂了，就是人人都是森西是吧？切尔查克真的经常在这个小孩和大叔之间来回横跳。迷宫饭里的角色真的塑造的都特别好，尤其是感觉特别的生动。现在他们又回到了4个人，但是经历了这一切，我觉得他们有了更多的这个经验，互相的那种信任和羁绊也更加深了。我觉得他们应该是会成功的，期待法林能早日回归吧。那这期视频到这结束了，我们下期再见，拜拜。